こんにちは。今回は注目度の高いホンダのベゼルのプレイを見てきましたので、皆さんにどんな車だったか紹介していきたいと思います。個人的にはおすすめしたくなる車でしたので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それでは行きます。Now loading。まず、このプレイと呼ばれるグレードのベゼルについてですが、全グレードの中で最も価格の高いグレードとなっています。本体価格は、2輪駆動で356万円、4輪駆動で378万円ほどします。そのため、外装質感は非常に良かったです。ではまず、フロントから見ていきますが、このプレイパッケージと呼ばれるグレードでは、フロントグリルにユニークなアクセントカラーが仕込まれてます。このカラーを見た瞬間に、プレイは上級グレードということから、このベゼルのオーナーは、お金に余裕があるなぁということが伺えてしまいそうですね。そして中央には、内側の縁を青くしたエンブレムがありますね。この車のボディカラーが、シーベッドブルーパールシルバーなので、ボディとこのエンブレムの配色の相性はとても良いと思います。そして、エンブレムの下にカメラが設定されていますね。近づかないとわからないくらいひっそりと配置されていました。そしてフロント下側を見てみると、ソナーが両端についているのがわかります。また後ほど紹介しますが、この下側のグリルのデザインが、内装のベンチレーターのデザインに似ています。ヘッドランプについてはかなり細めに作られていて、フロントグリルのスタイリッシュな横長形状にマッチしていて、かっこいいと思います。このフロントフェイスに惚れて購入する人は、多いんじゃないでしょうか。フロント横側から見てみると、ボディに対してヘッドランプが少しくぼんでいますが、逆に、そのおかげで、立体感があるボディに見えますね。例えば、この車を見てみると、ヘッドライトがボディに沿っていて、立体感というよりも、一体感を意識した作りですよね。なので、こういった彫りの深さはチェックポイントになるのではないでしょうか。フードの分割線もボディの折れ目に沿わせて作られていて、素敵なフロントボディだと感じました。タイヤ周りを見てみると、まずホイールトリムが塗装されていて、このギラギラ感がたまらなく素敵だなと思いました。このプレイパッケージでは、ホイールアーチトリムが塗装されているんですけれども、他のグレードでは未塗装なんですよね。例えば、これは、同じベゼルでハントパッケージと呼ばれるグレードなんですけども、ホイールアーチトリムが塗装されていないですよね。未塗装だと、紫外線の影響で劣化して見栄えが悪くなるので、この塗装されたデザインは、おすすめ度が高いです。またブラック塗装されているせいか、タイヤがより大きく見えるようなデザインですよね。タイヤは、18インチのタイヤを付けていました。ブリヂストン製ですね。ホイールのデザインは、ペンを5本中央に向けたようなデザインで、悪くはないと思いますが、近くで見ていた人がホイールを変えたいと言っていたので、ホイールの形状が気になるようであれば、こちらの2種類からホイールを選ぶこともできます。でもまあ、純正ホイールも十分かっこいいと思いますけどね。ドアミラーを見てみると、上半分がホワイト塗装されてますね。よく見るとこの車ツートーンのボディカラーなんですよね。このルーフのホワイトボディが気に入るか気に入らないかで、このグレードを選ぶかどうか一つ判断材料になりそうですね。ドアハンドルを見てみると、これは静電スイッチタイプですね。3本の線のところに指を置くと、開閉ができるようになっています。窓ガラスの周りを見てみると、B ピラー周りはブラック塗装されていることが伺えます。ただ、リア側に関しては、未塗装になっていますね。おそらく、ハンドルを付けたせいで、塗装にしてしまうと指紋が目立つとかそういった理由かもしれません。車両価格が400万円近くで、ボディのアッパー部も塗装しているのは、正直ありがたいですね。私の所有しているエクストレイルも、さすがに400万円を超えているので、ボディのアッパー部もしっかり塗装されています。なのでつまり、ベゼルは価格の割にボディの見た目が高級そうに見えるということが言いたかったです。ただ、後席のドアハンドル位置が窓の横についたせいで、子供が乗り降りする際に大人の補助が必要になるかもしれません。さすがに、小学生、中学生くらいの子供は、このドアの位置には手が届かない。そして、リアサイドですが、テールゲートスポイラーが装着されているせいか、男性受けしそうなスポーティーの見た目ですよね。給油口左側についていますが、どうやら、ドライバー側からロック解除しないと開かないようになっていますね。そしてリアホイール周りですが、こちらもホイールアーチトリムが塗装されていて、その前後の部品もブラックで塗装されていて一体感があります。そして最後に、リアを見てみます。リアテールゲートのコンビネーションランプは横長一線で、中央にエンブレムを挟んでますね。
この細長いコンビネーションランプの中央にエンブレムがあることで、エンブレムがかなり強調されて見えるデザインになっていますね。もはやこういうデザインにするなら、エンブレムも光ったらかっこいいんですけどね。リアバンパーはこちらもブラック塗装されていて、そしてソナーもついていますね。このプレイパッケージはマルチビューカメラシステムが搭載できるので、ソナーは補助的な機能として役に立つかもしれません。エキパイですが、エキパイフィニッシャーをオプションで付けられるようですね。この車は純正なのでエキパイフィニッシュは付いていませんが、バンパーの黒ツヤに合わせて、光沢のあるエキパイフィニッシャーを付けてもいいかもしれません。そういえば伝えていませんでしたが、このプレイパッケージは、2輪駆動の車両になります。4輪駆動の車両も選択できるようになっているようです。では続いて、荷室空間を見ていきたいと思います。このプレイブレードは、ハンズフリーアクセスパワーテールゲートが搭載されています。足でも、自動でテールゲートの開閉もできます。両サイドにバルブランプが搭載されていて、左側にだけスピーカーが搭載されています。荷室容量については、大きめのキャリーバッグを4つほど収納することができる程度の大きさです。狭いなという感じもなかったですし、逆にすごく大きいなといった印象もなく、ちょうど良いサイズ感だなといった印象。こちらがテールゲートを開けた際に、右側に見えるスイッチと取っ手部分になるんですけども、この左側のボタンを押すとテールゲートを自動で閉めることができます。テールゲートが動いてる最中に、このボタンもう一度押すと、ボタンを押した位置でテールゲートの位置を止めることができます。テールゲートをフルで開けられない場合に活用できそうですね。右側には予約クローズと呼ばれるスイッチが配置されています。ホンダスマートキーを携帯して車両から離れると、パワーテールゲートが自動で閉まるようですね。予約クローズの設定ができていると、このボタンの上のインジケーターが緑色に変わるようですので、テールゲートを施錠するときに毎回ボタンを押さずとも、その場から離れるだけで勝手にテールゲートが閉まるようです。何か荷物を取り出して、手を使えない状態になってしまっても、自動で閉められるのはすごく便利だと思います。パーセルカバーもついているので、外から何を積んでいるのか隠すことが可能でした。見た目からわかるようにソフトカバーとなっているので、このカバーの上に何かを乗せるということは難しそうですね。荷室下側を見てみようと思ったんですけれども、下の黒い取っ手を引っ張ることで確認することができました。そこが結構深くて、タイヤのパンクなどの応急キット以外の小物を入れるという選択肢も出てきそうですね。ただ一つ驚いたのが、今開けたところしかこのボードは開かないようになっていました。その理由はこのボードの前側にフックがついていて、持ち上げられないようになっていたからです。鉱石を倒してみるとこのようになりました。フルフラットになっていてかなり見栄えが美しかったです。ただ車中泊をしようとすると、この車を全長がさほど長くないので、前席も倒しつつ、何かクッションを置くなど工夫が必要となります。まああとは、対角線上に体を伸ばして寝れば、寝返りはできないかもしれませんがギリギリ寝ることができるかもしれません。そういえば今見ているパッケージは、FF の2輪駆動タイプになってるので、4輪駆動を希望する方は、フラットになっているか確認をしてください。では、これから前席の内装を見ていきたいと思います。室内は全体的に明るめなデザインになっています。合皮の白が目立っていて柔らかく、優しい印象を受けます。パノラミックサンルーフも搭載されているので、見どころはたくさんあると思います。それでは詳細に見ていきます。まずフロントドアの外観から見ていくと、このような見栄えになっていました。上から順に見ていくと、ドアのアッパー部は合皮が巻かれていたので少し柔らかかったです。ドアのアッパー部に肘を置くこともあるので、柔らかい素材が用いられていると私は個人的には嬉しいですね。あとやはり400万円台クラスのグレードになるので、ところどころに合皮が仕込まれていると高級感のある車だなぁという印象も受けます。ドアのハンドルはサテンメッキになっていて、質感がいいですが、このドアハンドルの形状も私結構好きで、掴みやすいんですよね。そしてドアのアームレストですがここは黒くなっていて、ドアハンドル周りのホワイトな合皮よりも控えめですね。もちろんしっかりパッドが入っていて、質感いいですね。一方で、ドアのスイッチフィニッシャーに関しては、少し物足りなさを感じました。通常の Z グレードならまだしも、プレイパッケージで少し価格が上がってるので、少し装飾があるとよりかっこよく見えそうですよね。続いて、ドアスピーカーを見てみると、スピーカーの周りに、ピアノブラックのような装飾がありました。そして、ドアポケットはそんなに大きくはなく、必要最低限、ドリンクは入れられるようになっていました。続いて、シートを見ていきます。
このシートはコンビシートになっていて、合皮とファブリックの組み合わせになっています。ヘッドレストは四角い形状になっていました。シートの背面と座面は、ファブリック素材になっていますね。パッと見ですがファブリックのデザインって、先日報道された新型フリードのインパネについていたパッド模様に似ている気がしました。ファブリックデザインの統一も狙ってるのかもしれません。そしてシートの座面の中央には、アクセントラインが入っていますね。こうして近づいて見てみると、道のように見えますね。そして、このシートはマニュアル式になっているので、多段的に、シートの位置やリクライニングの調整をすることになります。マニュアル式の方が、素早くシート位置を調整できるメリットもあるので、個人的にはこれはありですね。シート側部を見てみると、無駄な凹凸はなくて、物が落ちても拾いやすいような作りになっていると感じました。また、シートレールにカバーもついているので怪我の防止もできています。そして、ペダル周りを見てみると、純正では何も装飾がついていません。オプションや Amazon で、ペダルの装飾をしてみるのもありかもしれません。そして、給油口やボンネットの解錠は、足元の内張りに装着されていました。車によって、配置が変わっていたりついていない場合もあるので、チェックポイントになるのではないでしょうか。では、インパネ周りを見ていきたいと思います。まず、ステアリングですが、ところどころにピアノブラックが付けられていますね。右側のスイッチを見てみると、運転支援系のスイッチが配置されています。気になるのは、指紋がつきやすいというところですかね。ただ、ステアリングにステアリングヒーターのスイッチがついているのは、嬉しいですね。だいたいエアコンの操作部についているので、使いやすいと思います。左側のスイッチは、ナビ操作系のスイッチが多いですが、音声スイッチのボタンが上方に配置されているのはすごく興味深いですね。使用頻度が少ないのか多いのかそもそもよくわかりませんが、私個人としては使ったことは1回あるかないかぐらいですし、ほとんど使われないということであれば、少し扱いづらいところにボタン配置するというのもいいと感じたので、私はこのボタン配置結構好みです。そして、ステアリングですが握った時に、本側が指にフィットするので、質感かなり良いと感じました。コンビスイッチはこんな感じで、パドルシフトもついていました。イグニッションのパワーボタンは、ステアリングの右側後方に配置されていますね。そして、ステアリング右側を見てみると、ダイヤル付きのベンチレーターが配置されていました。ベンチレーターの操作部自体は中央が塗装されていて、安っぽくないのがいいですね。それで、肝心のこのダイヤルについてですが、送風口を開閉させるためのダイヤルのようです。今のこの状態だと、ベンチレーターだけから風が流れてくる状態です。そして、このように上向きにすると、L 字の部分からのみ風が流れてくるようになります。この L 字の部分から風を流す理由としては、エアコンの直風が不快だと感じる人が一定数いるからのようですね。そのためか、商品名は、そよ風アウトレットと呼ばれるようですね。実際に、そよ風アウトレット体験してみたんですけれども、風が当たらないので、その良さを感じるのは困難でした。でも確かに、直風に当たり続けてると、気持ち悪くなる経験はあります。オーナー目線での使い方を考えると、常にそよ風アウトレット状態にしておいて、助手席に人が座って暑そうだったら、ダイヤルの説明をしつつ、送風経路を変更すると良いと思います。このそよ風アウトレットの良さを体感するためには、何も感じず何も不満に思わない状態になることなので、いくら熱弁したところで、その良さは伝わらないと思います。少し長くなりましたが、ベンチレーターの下にもボタンがいくつか配置されていました。そして、A ピラーを見てみると、サイドカーテンエアバッグがついてることがわかります。オプションのプレミアムオーディオである10スピーカーのツイーターもついていますね。あとエクストレイルなどでもついているスコーカーは、ダッシュボードの上にはついていませんでした。そして、メーターフードは合皮がついていて、質感が良かったです。なぜかこのフードにだけ、合皮がついてるのは謎でした。カーナビの後ろにもスピーカーがついていますね。助手席側を見てみると、先ほど紹介した T ツイーターが目立っていてかっこいいと思います。これが助手席前のインパネの外観ですが、中央のベンチレーターが横に長く見え、スタイリッシュですね。青いアクセントラインもドアとインパネで綺麗に繋がっていて、作り込まれていますね。次に、グローブボックスを見てみたいと思います。開けてみて驚いたんですけれども、かなり容量が大きいですよね。グローブボックスの横幅もかなり大きくて、いろんなものが詰め込めてしまいそうですね。開け閉めもさほど大きな力を加えずにできるので、運転席から容易に開け閉めができます。
そして、中央のカーナビですが、ホンダコネクトディスプレイで、プレイパッケージのみ純正ナビモデルになっています。そして、その下を見てみると、エアコンの操作ユニットが見つかります。ダイヤルの装飾がかっこいいのと、ダイヤルを回転させた時のカチカチ音が個人的に好みです。スイッチを押した時も音が鳴るので、操作してる感じがあって良いと思います。そして、シートヒーターのスイッチが両サイドにあるんですけれども、この機能があるかないかで車両を選んでる人もいると思うので、イグニッションオフの状態でも、はっきりとシートヒーターのシルエットも見えると良いと思いますね。そして、このエアコンユニットの下には、スマホや小銭など入れられる収納スペースがありますね。その両サイドには充電用の端子がついているのですが、助手席側だけ C 端子になっていますね。そして、先ほど紹介した収納スペースの下にはワイヤレスチャージャーが配置されているので、スマホの置き場は、ワイヤレスチャージャー部がベストなんですかね。注意書きがワイヤレスチャージャー部に見えますが、レンタカーみたいに見えるので、このラバーマットだけ Amazon で注意書きなしのものを購入するのもありかもしれません。中央のシフトは大きく、ガタつきもさほどなかったです。シフト周りはピアノブラックの装飾がありました。最近のシフトは、レバー派とボタン派で分かれているように思いますが、今ご覧になってる方々は、どちらが好みなんですかね？ぜひコメント欄で教えてください。シフトレバーの後ろに行くと、ドリンクホルダーといくつかスイッチがありますね。ドリンクホルダーには固定用の爪があるので、運転中もグラグラしづらいようになっています。そして、電動パーキングブレーキやブレーキホールドの機能もついているので、さすがベゼルだなぁと思いました。そして、肘置き場所のコンソールリッドですが、シートの合皮のカラーに合わせて、合皮が巻かれていました。収納スペースの奥行きはさほど深くはないように感じますが、その分コンソールリッドの裏面にくぼみを作っているので、多少高さのあるものでも、収納できるかもしれません。それで、後から気づいたんですけれども、シートベルトバックルが鉄製になっていて、あんまりグラグラしない構造になっていました。私はこの構造すごく好きで、シートベルトバックルがグラグラしないおかげで、片手でシートベルト締められるんですよね。シートベルトアンカーを見てみましたが、上下に稼働できるタイプになっていました。乗り降りするたびにシートベルトを使うことになりますが、ベゼルのシートベルトは使いやすくて良いです。そして、上部を見てみると、サンルーフがついているんですけれども、手動開閉式のカバーだけついてました。ただ、このサンルーフのおかげで、運転席の頭周りのスペースが広くなるので、ベゼルの室内空間が少し狭いなぁと感じる方は設定してもいいと思いました。実際に、運転席から私の目線で前方を見てみると、こんな風景になります。もちろんシートの位置は、最も下になるようにしています。ルーフと頭の位置は結構近めなので、ルーフ位置を高くするためにガラスにするのもありです。また、マイナーチェンジで、ルーフを厚くして、インシュレーターなどで静粛性が良くなったようですが、このサンルーフタイプでは、静粛性の改善はどの程度なされたのか気になりますね。ルームミラーは、ルームミラーでした。防減機能であったり、モニター機能はなかったです。最近よく Amazon でモニター付きのルームミラーを付けてる方もよく見るので、Amazon で購入した商品をディーラーで取り付けてもらうという方法も良さそうです。続いて、サンバイザーを見てみると、端末が出っ張っているので、手を簡単に引っ掛けやすい構造になってました。バニテランプとバニテミラーの両方が設定されていました。ただ、駐車券などのカードを格納する場所がないなぁと思ったんですけれども、よく見るとこの場所に、カードを引っ掛ける場所がありました。続いて、後席を見ていきます。先ほどもお伝えしたようにリアのドアハンドルは、通常の車と異なっているので、注意しましょう。まず、ドアを見てみると、リアドアの全体の外観はこのようになっていました。詳細を見ていくと、フロントドアと多少違いがあって、まず、ドアのアッパー部は合皮はついていませんでした。そして、ツイーターがドアについていました。乗り込んだ時に、目のつく位置にスピーカーがあると、きっと音質がいい車なんだなぁと感じてくれるかもしれませんね。アームレストは後席のパッドがついていて、ドアフィニッシャーは少し小さくなっている代わりに、ドリンクホルダーがついていました。もちろん、リア側にもスピーカーはついています。後席のシートはこのようになっています。ヘッドレストが少し大きめになっています。前席同様に合皮とファブリックのコンビシートとなっていますが、オプションで合皮シートに変更することもできます。一応5人乗りできますが、中央だけ上に出っ張ってます。子供が座る分には良いかもしれませんが、中学生以上が座るとなると長時間座るのはちょっと疲れそうですね。
中央のコンソールリットを倒してみました。どうやら、ホンダはリアコンソールリットは、シートの座面に押し付けて角度調整しているようで、そのせいでリアシートの中央部だけ上に出っ張っているようでした。横側から見てみると、理解しやすいと思います。また先ほど紹介したパーセルカバーを室内側から見てみると、荷室スペースが完全に塞がって中が見えなくなっていることがわかります。ちなみにですが、リア側にもサンルーフがついていまして、ガラスは開けることができないタイプで、シェードはついていませんでした。ただ、ガラス側に取っ手がついていたので、おそらくこの取っ手にシェードを取り付けられるようになっているのだと思います。リア側のランプは静電スイッチ式で、指で触れると光ります。ドアの開閉に連動するタイプなのかまでは、わからなかったです。そして、コンソールの裏側にはベンチレーターがついているのと、スマホの充電用の端子が2つほどついていました。どちらも端子は C タイプで、小物入れ用の収納もありました。いかがでしたでしょうか？プレイパッケージを紹介しましたが、希望が多ければハントグレードも見てみたいと思います。ぜひ皆さんの感想も聞かせてください。それでは、また。